こんにちは。こんにちは。今日はブログマスの Day2 ですね。今日は何やりますかね。昨日すごい疲れたもんでベランダをずっと飾っててさそういう手でそうね、疲れたよ、ほんとね、めちゃめちゃ綺麗な飾りできたからいいけどいいけど今日はちょっとリラックスしたいので、はい、実はグリューワインのこういうボトルがあるんですね。もうグリューワイン用のワインがスーパーとかに売ってあったりしてて、温めるだけ、もう温めるだけで出来上がりっていうスパイスとかやるのが入ってるんですけど、俺も意識しなかった。それは1回ぐらい作ったことはあるんですけど、実は家で簡単にできます。あれを買わないで。なので今日はちょっとグリューワイン作りたいと思います。とってもクリスマスの気分になると思うよ。思うよ。先ほどスーパーに行ってきていろいろ買ったんですけどね。一番大事なのはね、じゃん。嬉しいワイン。ワイン。ワインね。ワイン買いました。普通のでいいのこれ。何でもいい、何でもいい。本当に安いワインでもいいし、400円ぐらいのやつでもいいんですけど。おすすめの味の濃さとか。あまり甘くないのがいい。なるほど。あとで砂糖とか入れるから。なるほどね。じゃあワインと材料を説明して。材料は好みのフルーツで一番一般的なのはオレンジとリンゴを使います。でこれもなんか例えば白ワインだったらレモンと青リンゴがなんか色合い的にちょっと白っぽくなるし、そうそうそう。でそう赤だったらもうオレンジと赤リンゴの割と普通かな。はい。これにどんなの入れてるんですか？他にはけどイチゴとか見たことはサングリアみたいな。サングリアみたいな、そう本当に熱いサングリアみたいな感じで、イチゴとかなんだろう、何でもいい。オレンジとリンゴは一番普通。フルーツ類はそんな感じ。Yes。あとはスパイスですか？あとスパイスですね。でシナモンはスティックだと結構おしゃれに後で飾ったりできるんでスティックを使います。あとはクローブ。クローブ。そうクローブを使うんですけど、スーパーでなかったからロイヤルマサラを使おうと思う。これ合ってんのこれ。ブラックペッパーが入ってるから本当に少しだけ使おうと思うんだけど。シナモン、クミン、カルダモン、コリアンダー、胡椒。胡椒はやらない。普通は普通はやらないけど多分大丈夫。じゃあ作っていきます。作っていきましょう。まずリンゴ切りましょう。リンゴを切ります。はい、こういう感じでリンゴを切りました。もっと細かく切ってもいいんですけど、あまりにも細かすぎるとバラバラになってしまうので、まあこのぐらいでいいかなと。はい、じゃあ次はオレンジを切ります。なんで元気なくなって。こんな感じでザクザクと切っていきました。はい、あとはもうワインと茹でるだけです。茹でるワインで煮る？煮詰める。煮る。なるほど。果物入れの。茹ではしてない。一回下茹ででもすんのかなと思って。お湯沸かし始めるのかと思って。やめて、こんなチャンネルじゃないわ。そうだ。これこういうチャンネルだと思ってました。やけ酒すな。じゃあこれはどんくらい、もう丸々1本。もう全部使います。これ220ミリちょうどいいね。220ミリ？700でしょ。あれ？700でしょ。200。ちょっと待って、まだ飲んでないんだけど。お前なんで減ってんだ。お前飲んだな、さては。飲んだでしょ。720ね。これ720です。720ですね。はい。まあ大体500ミリぐらいだったら2人分ぐらいいけるかな。Yes。リンゴ。そうね、レモンも使ってもいいんですけど、私前レモン使った時に結構酸っぱくなってしまうので、砂糖いっぱい入れなきゃいけないから、あまりそもそも砂糖そんなに入れたくないので、今回レモンは使わないんですけど、甘酸っぱいの好きな人はレモンもやってみてください。はい。で全部を入れます。
グレーワインはなんでクリスマスなんだろう。別にクリスマスじゃなくてもいつでも作ってもいいと思う。確かにね。なんか冬の飲み物って感じ。冬に飲みたい時グレーワインは結構。オデッサとかさ、外のテラスがあるカフェが多かったじゃない？私の地元のオデッサにそういうテラス付きカフェが多くて、で冬でもテラスで座って食べたりするのは結構人気なんですよ。冬はマイナス10とか普通になる。結構寒くなるので、みんながこういうグレーワインとか、エッグノッグとかあったかいお酒を飲みながら外で。なるほどね。あとグレーワインはこう煮詰めるなので結構アルコールの度数が上がってしまうというよりは水がなくなるから。そうなんです。アルコールも飛ぶのかなって思ったけど。いや多分違うと思う。でも普通のワインよりはちょっと度数が高いイメージがあるから。水分が抜けて。2人でこれ忘れた。2人で撮る時のエプロンが友達からもらったんですけど、忘れちゃった。今着てないっていうね。まあ全く汚れなかったし。まあそうね。つけときますから。すごいいいね。ありがとう、ジュン。いいですね。ちょっとクリスマスっぽいじゃん。シナモンスティックを2つ入れます。好みでとりあえず大さじ2杯ぐらい入れて、それ足りなかったら調整しようと思う。で、あとは終わりかな。そう、ちょっとだけ煮てで置いとく。なるほど。沸騰はさせちゃダメなんだね。あまり長く沸騰しない方がいいね。一回沸騰してからスパイスとか、さっき少しだけね。グツグツなってる感じ。スパイスと砂糖を入れて、で弱火であとは放置。はい。いや、やけどするよりまして。ブリオンじゃないです。ブリオン。どう？少しかな。少し甘くしようかな。これもちょっと入れてみようかな。ロイヤルマッサラ。いい感じの匂いするから多分いけると思う。本当？あとゆかいい？ちょうだい。あんま手につけない。あ、本当だ。意外といいね。よし、バケットから行こう。いいね。行こう。じゃあこれを少し火を消して10分ぐらい置いてきます。はい、またね。はい、完成。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだクリスマスディナーじゃないのに結構気合が入ってね。ムール貝も作っちゃいましたね。イエイ。すごいいい匂いするね。すごいしな。ありがとう。そうなの。サングリアだけだと。よいしょ。こんな感じで。あっちー。本当に？こんな感じ？はい。それじゃあ、お疲れ様。お疲れ様です。メリークリスマス。メリークリスマス。どうですか？美味しい。爽やかだね。こういうくていいね。いい、ちょうどいい。蜂蜜とかも追加してもいいけど。もっと甘いのがいいの？いや、意外とリンゴとオレンジのおかげで全然甘くなったね。しばらく置いといたらもう一回味加減チェックした方がいいと思います。結構濃いね。これ置いとくともっとあれなのかな？なんか熟してる感じ。そうね。味が濃い感じになるのかな。1時間とか置いてもいいけど、せめて10分ぐらい。より果物の味が出る。絶対ストーブのおかげでさ、10分でこんな味になったと思うよ。ありがとう。ね、まだクリスマスディナーじゃないんですけど、ムール貝をね作っちゃいました。ムール貝と、あとデザートにシュトーレンを買いました。食べないけどね、日本じゃ。シュトーレンって私が勝手にドイツだと思ってたんですよね、名前でさ。シュトーレン、フランスらしいです。It's Christmas. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you.